レシーブでなぜ一歩目が出遅れるのでしょうか。なぜ正確に上げることができないのでしょう。今回はその原因となる最も根本的な要因について解説していきます。レシーブがうまくできない理由とは、レシーブに絶対に必要な能力とは、動体視力とは何か、おすすめの練習方法。では早速いきましょう。バレーボールのサーブでは、相手が打つタイミングははっきりと見えるわけですから、打った瞬間に反応するということはできないわけがないように思えます。にもかかわらず、素早く一歩目を出せないことが多々あります。それはなぜなのでしょうか。その答えは、ボールの落下地点がわからないからです。そんなの当たり前だと思うかもしれませんが、ここが重要なのでもう少し掘り下げていきます。バレーボールはチームプレーですし、一人一人の守備範囲はそんなに広くありません。ですので、サーブを打った瞬間に、ボールの落下地点がわかる人には、その落下地点へ素早く移動することも難しくはありません。しかし、ボールの落下地点がわからないと、素早く一歩を出すことができず、ギリギリで足や手を動かすからミスが増えるのです。では、ボールの落下地点がわかる人と、わからない人では何が違うのでしょうか。その答えは、動体視力です。動体視力が悪いと、ボールの落下地点がよくわからず、一歩目が出遅れるのです。しかし、この動体視力については、足さばきやレシーブのフォームなどの体の動きよりも軽視されることがほとんどです。ですが、球技においては、動体視力がとても重要だということは、世界中の数々の研究調査によって科学的に証明されていることです。バレーボール選手の身体能力や動体視力を調査した研究では、レシーブの成功率の高さは、身体能力の高さよりも動体視力の高さに比例していたのです。特にスパイクレシーブでは、動体視力が優れている選手ほど成功率が高かったと報告されています。バレーボールのサーブレシーブにおいて、動体視力が良い人と悪い人の違いはこんな感じです。動体視力が良い人は、この辺でおおよその落下地点がわかります。一般的な人だとこの辺です。そして動体視力が悪い人は、この辺まで来てようやくおおよその落下地点がわかるのです。動体視力が悪く、落下地点がよくわからない人に対して、もっと早く動け、一歩を出せと言っても不可能なのです。どこに一歩目を出せばいいのかがわからないのですから。もしこの瞬間に落下地点が読めたのなら、たとえ瞬発力がなくても一歩目を早く出してボールの正面に入ることができるでしょう。ですので、身体能力を高めるトレーニングももちろん大切ですが、動体視力を鍛えることもとても重要なのです。この後に動体視力のトレーニング方法を紹介していきますが、その前に動体視力についてより詳しく理解していただきたいと思います。以前投稿した意識性の原則でも話しましたが、トレーニングというのは正しい知識を得て、それを意識して練習することで最大の効果を発揮します。ここでは主に5つの視力について紹介しますので、スポーツにおいてそれがどんな役割を果たすのかをしっかり理解していただき、それを踏まえた上でトレーニングをしていただきたいと思います。一般的に視力というと、この静止視力のことを言います。いわゆる視力検査で調べる視力です。視野の中心で見る力のことなので、中心視力とも言います。スポーツにおいては、この静止視力はそれほど高くなくても競技能力に差は出ないようです。キネティックビジュアルアキュイティ、略して KVA と呼ばれます。これは例えば、一定の速度で向かってくるボールを見るときの能力です。これが優れていると、向かってくるボールがどれくらいで自分まで到達するかが瞬時にわかります。プロサッカー選手、プロ野球選手、プロバスケ選手を調査した研究では、2軍選手より1軍選手の方がこの KVA が良いことが確認されています。ダイナミックビジュアルアキュイティ、略して DVA と呼ばれます。これは横方向に動くものを目玉で追従して捉える能力です。卓球選手を調査した研究では、動体視力の中でも特にこの DVA が優れていたそうです。バレーボールではスパイクレシーブや味方が弾いてしまったワンタッチボールを瞬時に捉えるような時に必要な動体視力です。デプスパーセプション、略して DP と呼ばれます。これは空間認識能力と同じようなイメージで、主に立体感や距離感を認識する能力です。バスケットボール選手のシュート成功率は、この DP と関連しているという報告があります。これはゴールと自分との距離感を正確に把握できるためでしょう。また、サッカー選手のパスにおいても DP が高いほど精度が上がるようです。バレーボールでもボールの距離感だけでなく、コートのアウトラインやネット、
味方の距離感にも重要な役割を果たしています。これは視野のあるポイントに正確に素早く手を動かす能力です。視野の中心部に手を動かすのは簡単ですが、中心から外れるとたちまち難しくなります。2、3センチは簡単にずれます。これはスピードを速めるとさらに難しくなります。この能力が低いと、ボールの位置に手を移動させたつもりが若干ずれているなんてことになり、ミスが増えるのです。しかもこういったミスは、ミスをした本人もなぜミスをしたのかがわかりません。ボールの変化もちゃんと見えていたし、そこに手を出したはずなんだけどな、といった感じです。この能力が優れていると、視野中心からかなり外れていても、そこへ素早く正確に手を移動させることができます。スパイクなどの強打を片手レシーブするなんてことも可能になるわけです。これらの動体視力をバレーボールの競技について大まかにまとめると、前後方向動体視力によってサーブなど自分に向かってくるボールを正確に判断し、横方向動体視力によって横に弾いてしまったワンタッチボールなどをいち早く拾いに行き、心視力、空間認識能力によってコート内の仲間との位置関係やアウトラインを見極め、目と手の共応運動によって目標のポイントに素早く正確に手を出してレシーブの精度を高めるのです。これでバレーボールにおいて動体視力がどんなに重要かが理解できたと思います。ちなみにそれぞれの動体視力の中でも得意不得意があったりします。横方向は得意だけど前後方向は苦手とか、前後も横も心視力も良いけど目と手の共応運動だけが悪いなどといった個人差もあります。バレーボールには全ての動体視力が重要ですので、苦手な部分を中心に全てをトレーニングしてもらいたいと思います。ここから紹介するのは様々な動体視力を複合的にトレーニングするもので、バレーボールに特化したおすすめのトレーニング方法です。まずは個人練習から紹介します。はじめはとにかく意識してよく見る練習をします。このようにボールを壁に投げてキャッチする練習です。頭はあまり動かさないようにしながら、目玉の動きでボールを追い、キャッチする瞬間まで視野の中心部でしっかり見ます。キャッチする手はぴったり同時になるようにします。一瞬でもずれてはいけません。これは失敗。これは成功です。初めからレシーブ練習に入るより、このようにキャッチをする方が見ることだけに集中できるのでおすすめです。実際のレシーブのように腰はやや落とし、足も動かして体の正面でボールをキャッチするようにしましょう。次にボールを目で追いながらレシーブをしていきます。先ほどと同様に頭はあまり動かさないようにしながら目玉の動きでボールを追い、レシーブする瞬間まで視野の中心部でしっかり見ます。ボールの模様がしっかり見えるくらいとにかくよく見ます。これは普段からやっているような練習だとは思いますが、意識をどこに向けるかでそのトレーニング効果は激変します。目玉でボールを追う動体視力を鍛えているという意識で一球一球集中して行いましょう。その後は目線は正面に向けたまま視野の周辺でレシーブするトレーニングをします。ボールを目で追うのはこの辺までにして、ボールが腕に当たる瞬間は視野の中心部で見るのではなく、視野の下の方で見るようにします。これで目と手の共応運動を鍛えます。目線は正面に向けるのですが、ボールをしっかり見るように意識することが大切です。視野の下の方にあるボールを見るのはぼやけたような感じになり、初めは見るのが難しいです。でも継続して練習していると必ずよく見えるようになってきます。もう一つおすすめの練習方法が片手レシーブです。この練習をするとより目と手の共応運動を鍛えることができます。片手でボールを受けるので少しのズレでもボールはまっすぐ上がらず難易度は高いです。でもだからこそこの練習をすると自分が認識しているボールの位置と手の位置のズレが修正されていくのです。まずはあまりボールを高く上げずにボールをよく見て腕に当たる瞬間までしっかり目玉で追います。これができるようになってきたら徐々にボールを高く上げ、目線は正面に向けたまま片手レシーブします。この時も下半身をしっかり使い、ボールを体全体で追うようにしましょう。この片手レシーブを左右交互に連続2、30回くらいできるようになれば、動体視力と目と手の共応運動はかなり向上してきたと言えるでしょう。こういったことができるのは身体能力が優れているからと思われがちですが、実はそうではありません。
動体視力によって落下地点が正確にわかり、目と手の共応運動によって正確に手を出すことができれば、片手でボールを打つことも簡単です。素早い瞬発力や強靭な肉体といった身体能力は大して重要ではありません。やはりこれは身体能力よりも動体視力の方が重要だということなのです。次に2人1組で行う練習を紹介します。コートの両側に分かれて立ち、1人がサーブを打ち、もう1人はアウトラインからボールをよく見るというトレーニングです。打つ人はサーブ練習をしつつ、待つ人はボールをよく見て、主に前後方向動体視力を鍛えます。これは動体視力のトレーニングなので、足を使ってボールを追いかけることはしません。姿勢も頭も動かさないように固定したまま、目玉の動きだけでボールを追います。まず、ボールが打たれてから床につくまで、ボールをよく見ます。ボールの縫い目や回転までしっかりわかるくらいよく見ます。そして次に、ボールの軌道、落下地点を読むトレーニングをします。ボールが打たれた直後に、ボールの軌道を予測し、落下地点をイメージしつつ、ボールを目で追従します。体育館にはラインがたくさんありますので、ラインを目安にして、ここにボールが落下すると予測すると良いです。はじめは打った直後に予測するのは難しいですが、0.1 秒でも早く予測できるように意識しましょう。この時も、ボールを足で追いかけることはしません。体を動かして観測地点、頭の位置が動いてしまうと、ボールの軌道が予想通りだったのかを正確に判断・評価することができないからです。ボールの軌道は予測通りの軌道を描いたのかどうか、自分が予測した場所にボールが落ちたのかどうか、といった正確な評価、フィードバックが得られないと、動体視力をトレーニングしている意味がなくなってしまうのです。動体視力は単純な視力とは違い、予測能力も関わってきます。そのため自分の予測と実際の結果がどの程度ずれているのかということがわからないと修正していくことができません。普通のレシーブ練習では体を動かしながら観測地点を変化させながら落下地点の予測もなんとなく曖昧なまま行うことになるので、動体視力はあまり鍛えられないのです。ですので体や頭はできるだけ動かさずに行ってください。そしてその後実際にボールを足で追う練習をしていきます。一人練習の時のように、はじめは体の正面でキャッチをします。ただボールをキャッチするだけでなく、相手が打った瞬間に落下地点を予測する意識を持ちながら行ってください。そしてこのトレーニングをした後に実際にレシーブ練習をしていくと良いです。例えば、10分間のサーブレシーブ練習をするのなら、はじめの5分間は動体視力のトレーニングをし、その後の5分で通常のレシーブ練習をする方が、レシーブの上達は早いと思います。ちなみに一般的には横方向よりも前後方向の予測の方が難しいです。この選手も横方向には素早く反応していましたが、前後方向は反応が遅れていました。こういう場合は主に前後方向に意識を集中して行うことでより上達していくことができます。自分は何が苦手なのかを考え、苦手な部分を集中的にトレーニングを行ってください。人が練習しているボールをよく見るのも、他のチームの試合を見るのも、ボールの軌道を意識してみれば、それだけでも動体視力は鍛えられます。特にフェイントやミスして弾いてしまったワンタッチボールを瞬時に判断するための動体視力のトレーニングは、コートの外で見ている時の方が練習になったりします。自分がコート内にいる時は、ボールの動きだけでなく、戦略だったり、セッターの位置を確認したり、味方のカバーも考えたりと、意識することが多すぎて、動体視力だけに集中して練習することができないからです。人の脳は基本的には一つのことにしか集中できませんので、こういったコートの外でよく見るというのも効果的な動体視力のトレーニングになるのです。さらに、ボールの追従だけでなく、試合中の全員の動きに意識を向けるのも効果的です。これは主に、心視力、空間認識能力のトレーニングになります。その際は視野中心でボールを捉え、周辺視野で全員の動きを見るようにします。視野の中心部をボールや人にコロコロ移動させていては、心視力のトレーニングにはなりません。周辺視野で全てを同時に見る意識を持ちましょう。そんなのいつも見てるし、そんなことで動体視力が鍛えられんの？と思われるかもしれませんが、まず間違いなく鍛えられます。例えば、英語をいくら聞き流していても、英語がわかるようにはならないのと同じで、ただなんとなく見ているだけでは動体視力は鍛えられません。しかし、英語を聞くにしても、
意識を向け集中して聞き取るようにすれば、何度も繰り返すうちに徐々に聞き取れるようになってきます。それと同じように、ボールを追うことや視野全体で見ることに集中して意識していれば、動体視力も徐々に鍛えられるのです。今までと同じような練習をするとしても、意識するのとしないのとではまるで違ってくるのです。何かを身につける時の上達の過程は、意識していないし、あまり上達しないという状態から、知識を得て意識することから始まります。最初は意識してもなかなかうまくいかないのですが、意識したらできるようになってきます。そしてさらに意識する練習を継続することで無意識でもできるようになってくるのです。ここまで来てようやく身についたと言えるのです。この動画を見た人なら動体視力の重要性と動体視力の改善によってどのようにプレーが向上するのかが理解できたと思います。動体視力に関しては今 ②の状態にあるということです。ぜひ普段の練習や他のチームの試合を見るときでもよく見るということを意識し、動体視力を鍛えてもらいたいと思います。ぜひ明日からの練習に取り入れてみてください。次回は動体視力で落下地点を予測した後の離れたボールでも追いつける足さばき、ステップについて解説していく予定です。更新が遅くて申し訳ありませんが、できるだけためになる動画をできるだけ分かりやすく作っていきたいと思っていますので、ぜひ次回もご覧ください。また動画の感想やご意見、ご質問などコメントをいただけると励みになりますので、お気軽にコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。